はい、どうもアークスティレインでございます。今回は以前にですね、音楽制作の初心者の方に向けておすすめの音楽制作のソフトを紹介するっていう動画を上げたんですけど、残念ながらかなり録音のレベルが良くなくて、で改めて何を言っているのか聞き取れないところが多々あったので、改めて以前の動画のですね作り直しをして再アップしている状況でございます。で音楽制作自体に興味はあるけれども、どんなソフトを使ったらいいのかわからないという方だったりとか、あとは音楽制作自体はもうやってはいるけれども、他におすすめのいいソフトがないかなっていうのを探している方だったりとか、そういう自分で音楽を作りたいとか作ってるっていう方に向けて、こんなソフトがおすすめですよっていう私の個人的なおすすめのランキングをご紹介します。昨今ね、コロナウイルスでステイホームというのが叫ばれているんですけれども、新しい趣味を始めたいとか探してるっていう方もたくさんいると思うんですが、音楽制作はね、自宅で一人でできる趣味なので、ぜひね音楽制作興味ある方はこの動画が何かの参考になれば嬉しいなと思います。ではおすすめの音楽制作のソフトをご紹介していくので楽しんでいってください。ではスタート。ではまずいきなり第1位からそのおすすめの音楽制作ソフトをご紹介いたします。おすすめの第1位のソフトはガレージバンドというソフトです。このガレージバンドっていうソフトなんですけど、この iPhone もしくは iPad に最初からプリインストールされている無料で使える音楽制作のソフトになっています。で一応無料の音楽ソフトなんですけれども、無料とはいえ結構いろんなことができちゃったりとかする優秀な音楽制作ソフトになってます。あとはスマホならではの直感的なタップの操作だったりとか、ドラムの打ち込みもこうタップでバスドラムをこうボンボン叩いたりとかして、スマホならではの直感的な操作がすごく楽しく音楽制作できちゃうので、これが無料ってすごいなと思うぐらいすごい優秀な、そして楽しい音楽制作ソフトでございます。でね、iPhone とか iPad とか使ってて音楽制作のアプリガレージバンドを使ってないって方は、まずはこのガレージバンドで音楽制作の楽しさを味わってみて、意外とねすごい曲全然このガレージバンドでも作れちゃうと思うので、ぜひぜひこのガレージバンド使い倒して楽しんでみて音楽制作に慣れていったらいいんじゃないかなと思います。はい、ではおすすめの第2位のソフトでございます。おすすめの第2位なんですが、このガレージバンドから派生してガレージバンドの上位互換のソフトということで、Logic Pro というソフトをおすすめ第2位にご紹介します。でこの Logic Pro っていうソフトなんですけど、 Apple から発売されている Apple 社の純正の音楽制作ソフトになっております。でまずメリットなんですけど、メリットがもうめちゃくちゃ安いです。他の音楽ソフトいろいろあるんですけど、その中でもトップクラスの価格の安さ、コスパ最強になっている音楽制作ソフトです。でデメリットが、使える OS が MacOS のみになってます。なので、Mac のパソコンじゃないと使えないっていうのがちょっとデメリットではありますね。あと使ってるミュージシャンも結構有名なミュージシャンが使ってるんですが、まず有名どころで言えば宇多田ヒカルさん、あとはみんな大好き YouTuber のヒカキンのお兄さん、セイキンさんですね。やっぱりね Mac でしか使えないっていうのは確かにデメリットではあるんですけれども、その分その見返りになるぐらいすごい安くて、そして高性能なソフトなので、ガレージバンド使ってで音楽制作を本格的にやりたいと、そして私は Mac ユーザーですっていう方に関してはもう絶対に使った方がいいソフトでございますので、 Apple ユーザーの方は絶対にこの Logic Pro 買うべきだと思います。はい、
ということで、おすすめの第3位の発表です。第3位のソフトが、Cubase というソフトです。でこの Cubase っていうソフトなんですけど、おそらく日本の音楽制作ソフトのシェアのナンバーワンを取っているソフトになると思います。シェアがナンバーワンっていうのは非常に重要でして、たくさんの情報があるよという意味なんですね。音楽ソフトは情報量がたくさんあった方がすごく有利で、この Cubase というソフトに関しては何かわからないこととかがあったら調べればおそらくほぼ解決策が出てくるソフトだと思います。でこの Cubase っていうソフトなんですけど、非常に万能なマルチプレイヤー型のソフトでして、基本的にできないことってほぼないと思います。使っているプロのアーティストの方が中田康隆さん、あとはヒャダインさん、あとは岡崎体育さんとかが有名な方だと思うんですけど、3人から見ても分かるんですが、クラブ系のミュージックも作れるし、アイドルっぽいアイドル系の J-POP っていう曲も普通に作れちゃうし、なおかつ普通のバンドっぽい音楽も作れてしまうというような感じで、どんなジャンルの音楽でもオールマイティに作曲ができてしまうっていうのがすごい大きな魅力になると思います。非常に間口の広い音楽制作ソフトになってまして、私も一番初めに音楽制作始めた時に選んだソフトがこの Cubase っていうソフトでした。なのでね、本当にこのソフトは Windows も Mac もどっちも使えるソフトなので、どのソフトにしたらいいのか分かんないなとか迷っちゃうなっていう人は、とりあえずはこの Cubase を購入しておけばほぼ間違いないと思います。はい、ということでおすすめの第3位までもう発表しちゃったんですけれども、ここからは私沖のかなり個人的なおすすめの音楽制作ソフトをご紹介していきます。もうすでにね、音楽制作とか始めてる方にはすごく参考になるんじゃないかなと思ってるんですけれども、特にクラブ系の作曲音楽を作りたいという人にとっては特に有益な情報になると思います。ではまずおすすめの1つ目なんですが、私のおすすめ1つ目が Ableton Live というソフトです。でこの Ableton Live なんですけど、もう海外のクラブ系のアーティストの中ではかなり多く使われている音楽制作ソフトになってまして、使っているアーティスト、有名なアーティストだと、有名どころだとスクリレックス、あとはデッドマウスとかが有名ですね。もうクラブミュージックの重鎮と呼ばれる人が使っている音楽制作ソフトになっています。まずこの Ableton Live の大きな特徴がセッションビューっていうビューがありまして、普通の音楽制作って音を並べていって作っていくんですけど、この Ableton Live のセッションビューは Excel っていう表計算ソフトのマス目みたいなのがあって、そこに音をポコポコ入れていって、マス目を再生すると音が流れるっていうような音楽の作り方ができます。このリアルタイムで音ネタだったりとか録音を選択していって、また音を作っていくっていうような制作のスタイルがすごくリアルタイム性があって、まるで音楽を演奏しているように曲作りをしていくことができるっていうのが一番の大きな Ableton Live の特徴だと思います。さらにですね、この Ableton Live の2つ目の特徴が Ableton Push っていう外部コントローラー、別売りなんですけど、この外部コントローラーがすごく優秀ですごく使えます。この Ableton Push っていう外部コントローラーを使うことで音楽制作のスピードを上げるっていうのはもちろんなんですけど、さらにまるで DJ のようなプレイができてしまいます。リアルタイムで音を選んで、そしてその音をエコーをかけたりとか、ビルドアップの音を入れたりとか、あとカットオフさせたりとか、いろんな DJ が使うようなテクニックをプッシュで行うことができるので、まるでね DJ のようなプレイができてしまうので、最近はね DJ の中でも Ableton Push を使ってるっていうアーティストが非常に増えてきてます。そのくらいねライブとかで活躍できるような外部コントローラーが、別売りですけど使えるっていうのが非常に大きなポイントになってます。特にですねこの Ableton Live というソフトは
自分もそうなんですけど、例えば歌いながらギターを弾いてそれを録音して、それをまたさらに別のリズムを流して曲を作りたいとか、音楽プレイヤーにおすすめできる音楽制作ソフトになってます。本当にね、この Ableton Live っていうソフトは作曲をする時の演奏をしている楽しさみたいなのをそのまま録音できちゃったりとか、そのまま曲にすることができるので、そういう演奏するのが楽しいなっていうような方に関しては、この Ableton Live はすごくおすすめできる音楽制作ソフトになっていると思います。さて、個人的おすすめの2つ目なんですけれども、2つ目が FL Studio というソフトです。これもですね、もう海外の、クラブミュージックのミュージシャンの中ではスタンダードにもはやなっている音楽の制作ソフトなんですけれども、日本だとまだそんなに知名度高くないのかもしれないんですけど、海外で使っているアーティストがもうほとんどクラブ系のミュージシャンなんですけど、アビーチですね、もう亡くなっちゃったんですけど、あとはマーティン・ギャリックスだったり EDM の大御所と呼ばれている人たちがこぞってこの FL Studio っていうソフトは使ってます。で、この FL Studio の特徴なんですけど、まずプラグイン、もともと入っている音のソフトですね、これがすごく優秀っていうのが大きいです。特にこの EDM とかクラブミュージックを作る人たちが好むようなプラグインが、すごく強力なプラグインがたくさん入っているので、他の音楽ソフトだったりとか、他のプラグインを追加で買ったりとかして曲作りを進めていくんですけど、 FL Studio に関してはクラブミュージックを作るのであれば、このデフォルトで最初から入っているプラグインだけでそこそこいい曲ができてしまうっていうのがすごく大きな魅力です。この FL Studio の2つ目の特徴なんですけど、この FL Studio っていうソフトはパターンを並べて曲を作るっていうのが基本的な概念になってます。で、クラブミュージックっていうのは基本的に同じパターン、同じフレーズの繰り返しを聴かせていくのがクラブミュージックの基本的な概念になります。J-POP とかロックとか歌謡曲とかに関してはコード進行の展開だったりとか、そういう展開をどんどん聴かせていって曲として盛り上げていくんですけど、クラブミュージックの場合はその同じようなパターン、フレーズをどうやって聴かせていくのかっていうのがすごく重要になってくるので、その FL Studio のパターンを並べるっていう概念とマッチしているので、 FL Studio がすごく人気だっていうのは大きな理由の一つになっていると思います。3つ目の特徴なんですけど、この FL Studio もめちゃくちゃ安いです。まずそもそものソフトの金額も安いんですけど、Logic Pro ぐらい安いんですけど、でLogic Pro もそうなんですけど、この FL Studio というソフトはライフタイムバリューって言って、ソフトがどんどんアップデートされていくんですけど、他の音楽制作ソフトだったらアップデートされるたびにそのお金を払ってアップデートをするんですが、この FL Studio に関してはずっと無料で、生涯無料で使えますよっていうのが非常に大きな売りになってます。やっぱりね、音楽制作のソフトって一番最新のものが一番いいものなので、アップデートはどんどんしていった方がいいんですけど、そういう意味で言えばこの FL Studio っていうソフトは一回買ってしまえばずっと最新のものを使うことができるっていうのは非常に大きなメリットだと思います。もうすごくね、お財布に優しいいいソフトだなと個人的にも思っております。ということで最後のおすすめが FL Studio というソフトでございました。はい、ということで5つ音楽制作のソフトをご紹介しましたけども、いかがでしたでしょうか。まとめると、音楽制作やったことないという方に関しては iPhone に無料で入っている、無料で手軽に使えるガレージバンドっていうものから始めてみて、慣れてきたら本格的に音楽制作やるんだっていう方に関しては Mac を買う方であれば Logic Pro だし、 Windows 買う方であれば Cubase だし、もしくは、自分はクラブミュージック作りたいよっていう方であれば、DJ のようなプレイがしたいのであれば Ableton Live
ったし、コストあんまりかけたくない、でもすごくいい音楽を作りたいという方であれば FL Studio をおすすめするという感じですかね。ちなみに、Ableton Live も FL Studio のどちらも Windows、Mac 対応しているソフトです。ちなみに私の音楽制作のフローとしては Ableton Live でちょっとギターとかピアノとか歌とか弾きながら音楽的な演奏しながら音楽を楽しみながら曲を作って、で大枠作ったら FL Studio に持ってって FL Studio の方で本格的に腰を据えて作曲をしていくっていうようなやり方をやってます。でこのやり方すごく右脳的にも左脳的にも音楽制作を楽しめるので、個人的にはすごくいいワークフローなんじゃないかなと思っております。いろんな音楽のジャンルだったりとか好みとかもあると思うので、今お伝えしたこの5つのソフト、これはどれ買ってもおそらく外れはないと思いますので、ぜひですね、これが良さそうだなと思ったソフトを買ってみて音楽制作楽しんでいただければと思います。今後はですね、ご紹介した音楽制作ソフトの、Ableton Live、あとは FL Studio、あとはガレージバンド、この3つのソフトのレクチャー動画だったりとか、いろんな役に立つ動画を定期的にアップできたらいいなと思ってますので、ぜひぜひお楽しみにしてください。ではこの動画が良かったという方は高評価、あとはチャンネル登録、どちらもよろしくお願いいたします。あと私アークスティレイの音楽、どんな音楽作ってるのかっていうのが気になる方は、動画の概要欄の方に貼ってますので、リンク貼ってますので、ぜひぜひ聞いてみてください。というところで今回はこんなところでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you!